If you wanna increase your salary, what you need is negotiation. いただいていた給料がトータルで2000万円になります。マネージャーが2000超えるってすごいですよね。ジョブに対してじゃなくて、やっぱ人に対して給与が決まるっていう、やっぱそこが世界との差かなって。皆さんこんにちは。翔太郎こと K2 の板谷翔太郎です。今日は IT 業界で24年間勤務し続けている鶴見さんをゲストに招かせていただいてます。鶴見さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。24年間の中で2回上場企業でしているということで、そういったところのお話含めて今日は IT 業界の年収事情、それから日本の賃金の話、あとはどう年収をアップしていくか、そういったところについてちょっとお話をしていきたいと思います。ズバリ日本人の賃金は安い、なぜ安いのか、ちょっとこの辺りについて今日は話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、鶴見さんのまず経験のところからぜひ聞いていきたいと思います。新卒で仕事をしていた時からこの24年間でズバリどれぐらい年収がアップされてますか？そうですね、現在24年間、はい、IT 業界におりますが、新卒の時から、年収は、2000万ほどアップしていますすごいですね。たまたま勤めていた企業が良くてたまたま年収がアップしたっていうわけではなくて、やっぱりそれなりに仕掛けをしていたりだとか、年収がアップする企業に、移ったりだとか、なんかご自身の中で軸にしてることってあったりしますか？まず最初に一つだけ、お話をすると、基本的に自分は運が良かったとは思っています。運が良くないと年収は上がらないと思いますし、運を手繰り寄せるためのアクティビティをしていないと年収は上がらないと思います。なるほど。なんか私の好きなイチローはなんか運はつかめる人のところにしか来ないみたいな話あると思うんですけども、その運を手繰り寄せる具体的な取り組みって例えばどんなものが？自分が運を手繰り寄せるためにしてきた仕事上で決めていることというのは、自分の中で、インプットをするタイミングとアウトプットをするタイミングを間違えないようにするというところをいつも気にしています。なるほど。で、インプットというのはその仕事をするために、必要なスキルを得たりであったりとか、人脈を得たりであったりとか、そういったアクティビティで、はい、アウトプットというのはそれを活用して自分のビジネスを、加速させたり最大限化するアクティビティ、これを常にサイクルで回すということは、気をつけて仕事をしてきました。なるほど。ベンチャーと大手どっち行くかっていう軸で見ていった時には、やっぱ大手に行った方がインプットは多く得られるものですかね？おっしゃる通りですね。なるほど、はい、ベンチャーもアウトプットいかにできるか。はい、おっしゃる通りです。なるほど。例えば新卒の人がこの動画を見ていて参考にしてもらえるとしたら、最初若い時はインプットした方がいいんですかね、やっぱり？はい、私も最初3年間は大手企業にいました。そうですか。はい、でそこでインプットをして、で経験積んで、ベンチャー行って自分の強みの部分を前面に出していきながらアウトプットをしていくっていうところが年収アップするための近道というか。はい、鶴見さんの経験の中で日本人の賃金が世界の賃金と比べて安いって感じたことってありますか？非常にあります。具体的な例がいいかと思うんですけれども、はい、私自身が、SAP ジャパンの、タレントアクイジショングループのヘッドということで、人事採用グループのリーダーをしていました。はい、その際にいただいていた給料がトータルで2000万円になります。すごいですね。 IT 業界の中でも、一企業、ソフトウェアベンダーだとは思うんですけども、そのバックオフィスの機能のタレントアクイジションのマネージャーが2000超えるってすごいですよね。そうですね、なかなかないですね、人事で2000以上。そうですね。ただ私にレポートをするマネージャークラスが6人ほどいましたけれども、全員1000万台中盤でしたので。そうですか。はい、約1400万から1700万の間に入っていましたので、それを考えるとそれをマネージメントする人間としてはごくごく普通の差かなと。いやでも SAP さんってすごいですね。なぜその話を出したかというと、まさにその際に各国のリーダーと私はお付き合いが
あったわけなんですけれども、はい、インドのリーダー、中国のリーダー、オーストラリアのリーダー、シンガポールのリーダー、全員私より給料は上でした。同じポジションで同じ役割でも各部で給料が違う。はい、で私より下なのは韓国のリーダーだけでした。具体的には言わないんですけれども、ただ私が、日本は仕事が大変だというのは SAP の中でも有名な話だったんですけれども、その給料でよく働くねってよく言われていました。すごいですね。そうやって言うってことはもう上ですね。はい、絶対。はい、なるほど。でもね、日本の今のこのマーケットの中で他社と日本の中で比べるといいですね。そうですね、もちろん私自身が、各外資系企業の採用グループのリーダーと横のつながりがありますけれども、ほぼみんな横並びで同等レベルの給与をもらってるなという印象を持っています。ちょっと自分も勉強してきたんですけど、やっぱりこの平均賃金の上昇率っていうところが過去20年間でアメリカは 25.3%、カナダ 25.5%、ドイツ 17.9%、韓国ですら 43.5%、日本はなんと 0.4% ということで、いつか韓国に抜かれてしまうかもしれないですね。いやもう抜かれてる感じですよね。だから韓国から優秀な人をこっちに持ってくることはなかなか難しいってことですよね、すでに。そうですね、そういう現状があると思います。そうですね、逆に優秀な日本人はグローバルの企業が世界から見ると、買いやすいっていうことですよね、きっと。どんどんいい人が取られていってしまう可能性があるってことですよね。これはやっぱ構造的な問題もありますかね。間違いなく IT 業界の構造の問題もありますし、人の問題もあると思っています。人の問題ですか。はい、個人的にはビジネスしてる時にも話すんですけど、やっぱり年功序列と終身雇用っていうもう制度があって、その中で新卒採用、中途採用っていうところがあって、ここ最近言われてるんですけども、ジョブズ型の雇用っていうところと相対するところに、この新卒採用だとか今までのこの仕組みがあったと思うんですけれども、やっぱ人に対して、給与が決まるっていう、ジョブに対してじゃなくて、やっぱそこがこの世界との差かなっていうところと、日本の場合っていうのは新卒採用されていろんな部署をこの3年ごとに経験させられてしまうと、やっぱり自分の中の本当のスキルっていうのが身につかない。だからやっぱりスペシャリストとしての価値っていうところがバリューが上がらないっていうのは一つありますよね。そうですね、一つ私が今感じていることとして、すでに皆さんもご存知かと思うんですけれども、トヨタがすでに終身雇用は成り立たないということを発表しています。例えば富士通であればまさにジョブ型の雇用に移行していって、管理職も減らして業務に対してお金を払うという仕組みに移行していくというような話が出ています。通信業界では KDDI さんも同じ動きをするということが出てきています。ですのでこれから就職される方たちには今までの日本の既存の年功序列終身雇用の仕組みというのはもう成り立たなくなっているということを強く意識していただく必要性があるんじゃないかなというふうに思っています。新しい日本企業の今まさに模索されている日本企業の雇用形態というものに合わせて自分自身が変化していかないとこれから稼げるビジネスマンにはなかなかなれないのではないかというふうに感じています。ちょっと硬いねこれ。評論家みたいになっちゃう。評論家みたいになっちゃってるね。今まで過去に鶴見さんのネットワークの中でこの人はこの3点を駆使して上に給与を含めて上がっていったって人ってどなたですか？友人の中にはそういう人間たくさんいると思うんですけれども、あんまり他人の話をしてしまうと問題があると思うのではばかりながら私もそこそこいけてるかなということでお話しさせていただければ恐縮でございます。なるほどですね。成功事例というところで2回上場しているうちの1個の IPO の会社、入社からどうやって IPO まで行ったかを教えてもらえませんか？そうですね、直近東証マザーズに上場した時の経験の話をさせていただければと思います。その会社に入社するきっかけというのが、その当時私はちょうど年収1400万円ぐらいのサラリーマンをさせていただいていました。
いです。営業としてそこそこ実績を出していたので、インセンティブも含めてそれぐらいの数字を出していました。で一緒に上場した仲間の社長が、その噂を聞きつけて、私のところのコンタクトを直接していきました。ヘッドハンティング。そうですね、そういう形になるかと思います。でその際に、先方から提示されたオファーというのがすごいことになってまして、どういう内容かというと、年収280万円。その代わり売上の 40% をボーナスとして差し上げるので一緒に働いてくれませんかという依頼でした。私も最初はこの人大丈夫かって正直思いました。ただもちろんその場で即答なんてすることはなく、ただあまりにも面白い人だったので、1年ほどお付き合いをしていきました。でその中で、先方のビジネス環境であったりとか、これからの成長性の可能性であったりとか、自分が入っていったら何ができるかであったりとか、そういったことを自分の中で検討して約1年かけて検討しましたけれども、その中で最終的に入社する際には、年収360万、売上の 40% をインセンティブとして払っていただくという具合のところを入社しています。でそれに伴ってある一定の株式もそこも交渉してたんですか？ある一定の株式も付与していただく形で入社しました。でそこで実績上げて上場して、で夢がありますね。夢がありますね。いいですね。じゃあちょっとまとめのところに入りたいと思うんですけど、外資 IT 業界の平均年収どれぐらいをターゲットにしてくれるんですか？そこなんですけれども、いわゆる日本の市場で一般的に30代になるまでに1000万というところを目指す方が非常に新卒の方は多いと思います。ただ私の感覚値では、30代になるまでに1000万というのは遅すぎると思います。世界はもっと早く動いていますし、世界の若者はもっともらっているのが現実です。でもし就職する業界にもよりますけれども、外資 IT というところで、就職をするのであれば新卒から3年以内に1000万、そこから初めてキャリアが開けていくかなと、理想ですけれども30代になるまでに2000万にリーチした人は、その後日本法人の社長になったりだったりと、そういうキャリアが開けていくのではないかと。なるほどですね。ただ1500万でも十分その後のキャリアは開けていく。